はい、ではですね、キャリブレーションの設定の仕方を説明します。はい、まず、この各種設定を押してください。はい、次に、こちらのカメラ設定ですね、こちらを押してください。はい、そうしますと、上の方にですね、キャリブレーション設定というのが出てきますので、こちらを選択します。はい、こちらがですね、キャリブレーション設定の画面に、なります。上から順番に、設定していきます。まず1番目ですね、ノズル高さ設定ということで、ノズルのですね、高さをまず検出するためのですね、設定をしていきます。今、こちらに写真がありますけれども、ディスペンサーのノズルをですね、この下のセンサーですね、ディテクトスイッチですけれども、こちらの方に、持っていってですね、ノズルの高さをセンシングします。はい。まずステップ1ですね。ノズルをセンサー中央に移動します。ノズルをですね、このセンサーの中央に、移動させます。移動させるのは、このジョグキーですね。ジョグアイコンを使ってロボットを実際動かしていきます。はい。動かしていくんですけれども、ジョグもですね、スピードが選択することができます。今こちらに人がですね、人のアイコンが3つ並んでますけれども、高速で動かしたいのであれば、高速ジョグですね、これを選んでいただいて、で、中速、低速と、必要に応じて、変更して使っていきます。まず大きく動かしたいので、高速ジョグですね、こちらのキーを使って、動かしていきます。はい。ある程度近くなったらですね、こちらの中速ジョグを選んで調整していきます。はい。さらに近くなったらですね、低速ジョグを使っていきます。でですね、このディテクトセンサーの上ですね、ノズル、およそ2ミリから3ミリのあたりに、来るようにですね、位置を調整していきます。ここはおおよそでいいと思います。はい。センサー中央に移動させたらですね、次ステップにですね、アプライポジションをクリックして、ノズル位置を決定します。ということで、アプライポジションですね、このボタンをクリックして、座標を登録します。測定するポイント位置を確認してください。はいを選択して、いきます。そうすると数字が今入力されましたけれども、こちらが今ノズルの位置ですね、位置座標になります。こちらにテストムーブというのがあるので、これでノズルの位置を再度確認します。はい。問題ないようでしたら、ステップ3に移ります。ディテクトをクリックして、ノズル高さを自動的に検出します。このディテクトを押すとですね、ノズルが自動的に、ディテクトセンサーにですね、触れてですね、検出しに行きます。はい、押します。はい。で検出した結果がですね、今57.638という高さですね。これでよければ、はいを選択します。はい。はい。この以上ですね、ノズル高さの設定が終わりです。はい。続きまして、ノズルカメラ間距離設定ですね。はい。これはですね、ノズルとですね、カメラの距離ですね、どのぐらい離れているかっていうのを設定する項目になっています。はい。で、またこれもですね、順を追ってステップ1から設定していきます。ステップ1ですね、ノズルをプレート1に移動しますとあります。このプレート位置ですね、プレート位置、先ほどのディテクトセンサーのですね、位置の上ですね、上にですね、プレートがありまして、クロスマークが汚れているプレートがあるので、そちらの方に、実際ノズルを持っていきます。
はい。また同じようにですね、ジョグキーを使って、移動させていきます。はい。こちらのプレートでですね、実際に液剤を塗布を行うので、ノズルもですね、プレートに対して、塗れる高さですね、ワーク D に、ノズルを下げていきます。はい、でこのプレート、クロスマーク汚れてて、センター狙っていただいてもいいんですけど、センターではないところでも全然構わないので、自分のですね、いいところの位置に、ノズルを持っていってください。はい。で、ですね、ジョグ動作もですね、この下の数字を使ってですね、ちょっと詰めていきたいと思います。この数字、今1ミリ、0.1、0.01とありますけれども、これはワンステップ動作ですね。矢印キーを押した時のワンステップ動作の移動量になってますので、こちらの方で、もっと詳細に調整する際に使用してください。はい、今、ステップ1ですね、ノズルをプレート1に移動させました。次、ステップ2ですね、アプライポジションで塗布位置を決定します。アプライポジションで塗布位置を決定します。はい、座標が入力されました。テストムーブで、一度位置を確認します。はい、良ければステップ3ですね、塗布パラメータを設定します。このプレートで塗布を行うための塗布のパラメータをここで設定していきます。はい。突出前の待ち時間ですね。突出前の、待ち時間、ディレイタイムをここで、入力していきます。はい。続いて、塗布時間ですね。塗布時間も入力します。はい。その次、塗布後の待ち時間ですね。塗布した後の待ち時間ですね。入力します。はい、で塗布後上昇速度ですね。こちらも入力してください。はい。塗布後の上昇距離ですね。こちらも必要に応じて入力してください。はい。入力が終わりましたら、次、ステップ4ですね。実際に、このディスペンスボタンを押して、塗布を行います。はい。ステップ4、塗布を終えたらですね、ステップ5、カメラを塗布した位置に移動し、ピントを合わせます。今、実際塗布したものをですね、カメラで、見に行きます。先ほど同様に、ジョグキーを使って、移動させます。はい。こちらですね、ちょっと見づらいですかね。先ほど今塗布した円ですね、点塗布がここにありますので、この点塗布の中心と、この画面上に書かれているですね、この赤い線、見えますかね。この赤い線の中心を合わせていきます。はい。さらに、ピントの合う位置に、Z を上昇させたり、加工させたりして、ピントを合わせていきます。はい。はい、ピント合わせていくときにですね、この画面上で、マウスのこのホイールをですね、動かすとですね、拡大縮小することができるので、必要に応じて、拡大してですね、ピントの位置を確認してください。はい。はい。位置が確定したらですね、次、ステップ6ですね、アプライポジションでカメラ位置を決定します。こちらですね、アプライポジションを押して、カメラ位置を登録します。はい。はい。カメラ位置の登録が終わりました。で、テストムーブ位置を、この位置を確認します。はい。
以上で、ノズルとですね、カメラ間距離のこの設定が終了になります。はい。続きまして、XY ノズルキャリブレーションですね。はい。この項目はですね、実際の運用をする際に、この今見えているこの画面上のプレートにですね、同じように、塗布をして、カメラでその塗布の位置を見に行くんですけれども、ノズルを交換した際に使用するノズルのですね、キャリブレーションの設定になります。はい。こちらも順を追って、設定していきます。ステップ1ですね、突出条件を設定しますということで、こちらも突出時間等ですね、もう数字が入ってます。で、この数字はですね、先ほど設定しました、こちらですね、突出パラメータとリンクしておりまして、同じ数字が反映されています。はい。変える必要ないのであれば、そのままステップ2に、移ります。はい。ステップ2ですね、イメージマッチング条件を設定します。はい。イメージマッチング条件を設定しますということで、この基準画像ですね、基準画像を登録する必要があります。はい。基準画像というのは、今ここに映っているこの塗布ですね。この塗布を基準として、まず登録をしますと。で、この登録したものに対して実際運用してノズルを交換した際にですね、実際塗布をしたものと見比べてですね、位置を調整していくので、まずこの基準となるこの画像ですね、この画像を取り込んでいきます。はい。ではですね、まずこちらですね、このテンプレートエリアというこのアイコンをクリックします。はい。そうしますとですね、画面の左上に今小さな四角が現れました。この中のですね、この中に、今、塗布したですね、この円を入れます。この四角の円の中を、画像を登録しますので、実際この塗布した円を移します。はい。左クリックをしながらですね、エリアを狭めます。はい。はい。狭めましたらですね、次に、セットイメージですね。このアイコンを押します。はい。そうするとですね、先ほどの絵とですね、今ちょっと、変わったのが分かったか、あれですけれども、こちらの方にですね、今、登録した画像が反映されます。それとですね、今こちらの方に今数字が並んでおりますけれども、こちらの方ですね、これテンプレートリストと言われてまして、この取り込んだ絵がですね、こちらの方に保存されていくところなんですけれども、こちらの一番最後ですね、60番という、リストの中の60番にですね、今登録した画像が映し出されます。はい。はい。基準画像の登録は以上です。はい。その下ですね、撮像前の待ち時間ですね。このノズル交換してですね、実際塗布をした後に、カメラでこれを撮像しに行くんですけれども、その時の撮像する前の待ち時間を設定していきます。はい。ここがですね、0とか、あんまり待ち時間が入ってないとですね、ちょっと画像のブレですね、やっぱり移動してきて撮像すぐしてしまうので、画像のブレとかあるので、必要に応じて、数字を、ディレイ時間をですね、待ち時間を入れてください。はい。その下、相関値ですね。相関値というのは、基準のこの画像ですね、この基準の画像に対して、どのぐらいに似ているかですね、似ているかということで、0から1.0という数字で、相関値を決めていきます。はい。わかりやすく言うと、この0は0点だとして、1.0が100点と、100点満点が、もう、同じ画像ということでですね、これの相関値を入れていきます。今は0.7と。
いうふうに入れていきます。はい。その下、LED ショードですね。LED ショードというのはですね、カメラについている LED 照明の明るさですね。明るさの設定です。画面のですね、こちら、左下にですね、照明と今書かれてまして、今、照明10という数字が書かれてますけど、こちら明るさはですね、今10という明るさ。これ、下のこのバーを動かすとですね、一番左が、0ですね。照明が光ってない状態。右側に持っていくと100ですね。100% で光っている状態ですね。これの先ほど10という明るさでした。これを10ですね。10という明るさで、先ほどこの基準画像を撮像してますので、LED 照度も10と入力します。はい。入力したらですね、次ステップ3ですね。アクセプトでパラメータを登録します。アクセプトですね。これですね。これで、設定を登録します。パラメータを登録します。はい、次の項目ですね。カメラフォーカス設定です。カメラフォーカス設定は実際の塗るワークに対してのピントの高さを設定していきます。これも順を追ってステップ1から設定していきます。ワークの塗布位置にノズルを移動します。実際の基板ですね。基板なり、ワークに対して、ノズルの高さを設定していきます。今、こちらですね、ノズルワークですね。ワークがありますので、こちらの方にノズルを持っていきます。はい。はい。移動させたら次、ステップ2ですね。Z 高さを調節して、実際の解く高さに合わせます。もうステップ2まで行ってしまいましたね。今、Z 高さを調節して、実際の解く高さに今合わせました。はい。次のステップ3ですね。アプライポジションでノズル高さ位置を決定します。こちらのアプライポジションでノズル高さを決定します。はい。押すとですね、下に今、数字が今入力されたのが分かったと思うんですけれども、61.49 というのが、ノズルの高さ、ワークに対してのノズルの高さ、その下のカメラフォーカス高さというのが、このノズルの高さに対してピントの合うカメラの高さということになります。はい。ステップ4で Z 軸を移動してテストフォーカスをクリックします。はい。テストフォーカスをまずクリックします。はい、そうすると、Z 軸がですね、今上がってですね、カメラのフォーカス高さに、なっております。はい、これで、一度、今のですね、ワークのところに移動して一度確認してみます。はい。こちらですね。はい。はい。ピントの合う高さになっています。はい。続いてですね、スケール設定ですね。スケール設定というのはですね、この今映し出されているカメラのこの映像ですね。この映像ですね、これ、の1ピクセルあたり、1ピクセルあたり、ロボットでは何ミリ動くかというスケールのですね、設定をしていきます。こちらも順を追って設定していきます。まずですね、基準点を画面の十字線、右下に移動します。これはですね、今こちらちょっと写真がありますけれども、こちらの写真のですね、画面というのが、この今左上のカメラで映し出されているこの画面ですね、になっています。基準点、基準点というのは、この今赤い丸見えますかね、赤い丸のサイエンティックのマークのですね、三角形の頂点、を、基準点としてですね、
しております。ので、こちらでもですね、基準点を作りたいんですけど、一応このチップのこの角を基準点として、使っていきます。十字線の右下に移動します。この画面のこのクロスマークの右下にこの基準点を持っていきます。この、クロスマーク右下ですね、右下のこのエリアに、このチップの角ですね、ここを移動させます。はい。はい。画面の右下にこのチップの角をですね、今持ってきました。はい。次、ステップに、キャリブレーションをクリックします。はい。キャリブレーションをクリックします。はい。そうするとですね、この今、CCD 画面に映っているこのマウスですね、マウスが先ほど矢印だったのが今、小さなクロスマークが出てきていると思いますけれども、このクロスマークですね、このクロスマークを先ほど決めたこの基準位置ですね、基準位置に合わせて、左クリックします。はい。今が、ステップ3ですね。ステップ3です。次にステップ4、基準点を画面の十字線の左上ですね。左上に移動させますということで、またジョグキーを使ってですね、この基準点を画面の左上に移動させます。はい。移動させました。はい。次、ステップ5ですね。基準点にカーソルを移動して、マウスを左クリックします。先ほど同様にですね、この先ほどの基準点ですね、角っこにですね、このカーソルを合わせて左クリックします。はい。はい。そうするとですね、今、行ったキャリブレーションの値が出てきますので、保存する場合は、はいを選択してください。はい。これが今、ステップ6ですね。イエスを、クリックして、反映します。はい。その下、ステップ7ですね。今、1ピクセルあたり何ミリ動くかという設定に対して、それが正しいかどうかの確認になります。で、この画面にですね、スケールと当てていただいて、確認していただきたいと思うんですけれども、ステップ7のこの移動距離ですね。このロボットが動く移動距離をまずここで設定します。はい。例えば今、1から、2ミリに設定します。はい。設定したらステップ8ですね。ムーブをクリックして移動距離を動かしてくださいと。このムーブを押すと、ステップなんで設定した2ミリですね、動きますので、これで確認を行うということになります。はい。以上で、キャリブレーションの設定の説明になります。